どうして黙ってるの？まさか黙って何も言えないだなんてね。あなたにとって私はそんなにどうでもいい存在だったのかしら。どうでもいいわけねえだろ。口では何とでも言えるわね。まあたとえ取り繕いの言葉だとしても少しは嬉しかったけど。そうか。でもだとしたらどうして黙っていたのかしら。ちょうどいい言葉が見つかんなかったんだろう。そう。あなたは答えを出さないままここまで来ていたのね。でも最初から無理なのよ、こんなスケジュールなんて。初めから厳しいものがあったのにあなたのような素人まで引っ張り込んで、その挙句このざま。どこかで性悪な神様とやらが諦めろと言っているようだわ。まだ結果が出てねえだろ。そうだよな。まだできることあるはずだろ。諦めるには早いんじゃねえのか。なんだってそんな簡単に言っちまうんだよ。確かにそうかもしれないわね。諦めなければなんとかなる。よく聞く言葉だわ。だろ。たとえ状況を理解していない無知ゆえに言えるものだとしても。それは確かにお前ほどは理解しちゃいねえけどよ。でもだからこそ言わせてもらうぜ。絶望しなけりゃなんとかなるもんなんだよ。まったくその諦めの悪さは少しは見習いたいものではあるわね。けどデッドエンドよ。私たちにはもう何の手も許されてはいないわ。袋のネズミね。窮鼠猫を噛むって言葉がある。俺たちだってネズミとは違うわ。私たちにはあがくことすら許されてはいない。そんなこと。だってそうでしょ。打つ手なんてないのだから。あなたももう心のどこかでは諦めているのでしょう。そんなつもりはねえよ。でしょうね。あなたならそう言うと思った。でももういらないわ。あなたのおせっかいも善意も好意も何もかも。手伝ってくれたことは感謝するわ。でもね、こんなごっこ遊びはもうおしまいよ。なんだよそれ。仲良しこよしであなたは何の見返りも求めない。子供のごっこ遊びと何が違うのかしら。なんでそんな自虐的になってんだよ。答えられなかったのはあなたでしょ。それはだからあなたと私を結ぶものなんてそんなものでしかないのよ。もっと具体的に言うなら疑似兄弟とでも言ったところかしら。あと少しで完成だろう。思い直せよ。お前だって本気で言ってんじゃないんだろ。そんな自分を傷つけるようなことを。傷つける？私はただ事実を述べているだけよ。疑似兄弟ごっこじゃなければ友情ごっこ？それとも青臭い青春ドラマ？違う。全部違うだろう。冷静になれよ。ふざけたこと口走ってんじゃねえよ。そうね。確かに今のは私のたわごとだったわ。けどこのトラブルは現実なのよ。やかましい。いいから聞け。いいえ、これ以上は無駄なのよ。お前は俺の大事な後輩だ。先輩と後輩？あなたの中では
私はあまたいる後輩の中の一人ということかしら。違う、俺の後輩はお前だけなんだ。え？他のやつなんて関係ねえ。俺が本気で心配になって悩んで首突っ込んで笑ってほしいって思うのはお前だけなんだよ。